それでは第8項を始めていきます。第8項ではこちらの02のバストアップのイラストに対してアニメーションを付与していきます。で、今回は、先ほどの01のイラストに対してプロキシも適用してみました。こちら皆さんも適用してみてください。で、再生してみるとアニメーションが見れるかと思うんですが、01ではちょっと横の揺れを体全体に与えてみたんですが、02の、バストアップのイラストに関しては、体の動きはそんなに入れなくていいかなっていう風に思ってて、その代わりに追加の機能として、機能というか、キーフレームで、風の表現っていうのをちょっと頑張ってつけてみたいかなっていう風に思います。で、なので基本的には、部屋に対しての、アニメーションの付け方を凝らすとよりクオリティ上がるよみたいなお話にはなるかと思います。メインの紙に入っていく前に、ちょっとこの腕だけは少し動かした方がより、背景と組み合わさった時により、いい印象が与えられるかなと思うので、まずは腕のアニメーションの方をしていこうかなって思います。02コンバインから、ボディに入って、アーム L に入っていきます。全身の方の、腕の、パーツ分けを見ていただくと、この2つのパーツですね。手以外の腕の部分のパーツが全部1つになっていたと思うんですが、今回は、イラストレーターさんが2つにここ分けていただいているので、これをうまく活用した腕のアニメーションつけていきます。で、これ結構いい例かなと思っていて、やっぱり MV を作っていく中で、こうやって2つにパーツ分けされているものもあれば、どうしても、ここが統合されていて、自分ではパーツ分けが難しいなっていうような案件っていうのも発生すると思うので、01の腕のアニメーション付け方に関しては、そういった場合への対処法。で、逆にもっとクオリティが上げられそうなパーツ分けがされているものに関しては、より、綺麗に腕のアニメーションがつけれるので、そちらを実践的にやっていきたいと思います。そしたらまずは、こちらのリュイックの新しい機能を使っていくんですが、その前に、関節部分をイメージしたシェイプレイヤーっていうのを作っていきます。こちらのペンツール G で、キーボード G を押すとペンツールになるんですが、こちらで、大体で大丈夫です。腕の先から関節が大体この部分かなっていうところにめがけて線を引いていきます。この辺りですかね、大体。少し関節って出てると思うので、この辺りで、手の付け根ですね。で、シェイプを引いていって、で、最後に、この手の甲をめがけてラインを引いていくような形にしていただければ大丈夫だと思います。で、シェイプレイヤーっていうのが、上のここのフィルっていう設定とストロークっていう設定で、フィルっていうのが塗りつぶし、ストロークが線なんですが、今回は塗りつぶしがいらないので、フィルの部分を押していただくと、フィルオプションって出てくるので、こちらからこの一番左のノンを選択して、塗りつぶしをなくしていきます。で、シェイプのストロークをちょっとわかりやすいように10ぐらいに大きくして、まあ、これはすぐ消してしまうので、見づらくても白のままで大丈夫です。そしたら、デュイックの UI 上の左から2番目の方を押していきます。そしたら、ここに、フォーミノイドっていうのが一番上に、ヒューマノイド的な多分感じですね。人間っていうような設定があるので、これを押していただくと、アームっていうのがあります。そしたら、シェイプレイヤーを選択した状態で、ヒューマノイドをクリック。で、アームをクリックしていただきます。そうすると、こういった4つの、と、矢印マークみたいなものがね、4つできるんですが、こちらを
のアンカーポイントの部分ですね。この十字を UI のようなものの場所を大体で大丈夫です。このシェイプレイヤーの先の部分に合わせていきます。一番下のアームを合わせたら次、こちらを次のシェイプレイヤーの角の部分まで持っていって、次をこの指の手の先ですね。手の付け根の部分。で、最後の一つを手の甲にめがけて、大体で合わせていきます。そしたらシェイプレイヤーの方は、こちらガイドだったので消していただいて大丈夫です。そしたら下からアームのこちらのコントローラーを選択した状態から上すべて選択します。そしたら次にオートリグ。こちらですね、リックのオートリグを一番下、クリックしていきます。そうすると、このなんか新規で手のマークみたいな UI が増えてると思うんですが、今現状だとまだ何もイラストに関しては動かないんですが、こちらを先ほど同様紐付けをしていきます。アーム L アンダーバー2を一番下のコントローラーに対して紐付け。1をその上のものに対して紐付け。ハンド L を、その上、ハンドに紐付けていきます。の状態で一番上のコントローラーフロントライトってここに記載されているものを触って動かすと、こういった形で手がいい感じに動いてくれるかと思います。で、今回ちょっとアームの指先の細かな設定っていうのはしてないので、下から4つ目のこちらのアームって書いてあるアームチップですね。こちらのレイヤーは消していただいて大丈夫です。で、これだけでも割と腕が自由度効くぐらい動くようになってるかなっていうふうに思います。で、こちらもループ用のアニメーションをこれからつけていこうと思います。そしたら一番上のコントローラーを選択して、1秒の部分で P をしてポジションを開きます。で、ストップウォッチのボタンを押して、キーフレームを導入していきます。で、そしたら今回2秒のところに合わせて、少し顔に向くような形で位置をずらしていきます。ちょっと顔に近づいた方がいいかな。ちょっとここ微調整でちょっと上に向かっていこうかな。こういった形で少し動かしたら、1秒のキーフレームをコントロール C でコピーして3秒のところに貼り付けて1秒等間隔のアニメーションを作っていきます。こういった形で少し手が動いてるかなって思います。で、ちょっとこうすると腕が関節に対してこうなんかちょっと違和感があるように感じるので、1秒から2フレーム後のところで、この下のハンドのレイヤーを選択して、キーボードの R を押すとローテーションが開けるんですが、回転ですね。それにストップウォッチを入れて、で、2秒の2フレーム後に、今マイナス0、0ですね。0になってるんですが、こちらにプラス3ぐらい入れようかな。プラス3入れて、3秒の2フレーム先に、この最初のキーフレームをコントロール C、コントロール V でコピーしていきます。で、こちらも F9 でベジェにしていきます。
そうするとちょっと腕が遅れてアニメーションされて、より自然になったかなって思うんですが、ちょっと動かしすぎな気もするので、プラス2ぐらいにしようかな。